この世で一番高いモノグラムあたり単価ベスト5、世界一高価な物質トップ5税理士が教えるお金と希少性の本質。突然ですが、あなたはダイヤモンドを高いと思っていますか？ 1 グラムあたり最大1500万円。確かに高い。でも今日お話しする物質と比べると、ダイヤモンドはほぼ無価値に近い存在です。世界一高価な物質ランキング、ダイヤモンドは数十番目以下なんです。では、本当に高価な物質とは何なのか、今日は5位から順番に、その理由まで徹底的にご説明します。5位、炭素14。1グラム約5億円。炭素14は、私たちの体の中にも存在します。普通の炭素は質量数が12ですが、炭素14は中性子が2個多い。この違いが、全てを変えます。炭素14は放射性を持ち、5730年かけてゆっくりと崩壊していきます。この性質を使ったのが放射性炭素年代測定法です。遺跡から出土した木材や骨に含まれる炭素14の残量を測ることで、いつのものかがわかります。エジプトのミイラも、縄文時代の土器も、この技術で年代が判明しました。さらに医療の分野でも、薬が体内でどう代謝されるかを追跡するために使われています。ではなぜ5億円なのか。炭素14は自然界にほとんど存在しません。大気中の炭素のうち炭素14が占める割合はわずか1兆分の1です。原子炉や加速器で人工的に製造する必要があり、純粋な炭素14を 1g 集めようとするととてつもないコストがかかります。4位、カリフォルニウム252。1g 約42億円。カリフォルニウムという名前、聞いたことがある方は少ないと思います。これはアメリカのカリフォルニア州にちなんで名付けられた人工元素です。1950年、カリフォルニア大学バークレー校で初めて合成されました。自然界には存在しない、完全に人間が作り出した物質です。カリフォルニウム252の最大の特徴は、中性子を自発的に放出することです。1マイクログラム、つまり100万分の1グラムで、1秒間に1億7000万個の中性子を放出します。この性質が、医療と産業の両方で非常に役立ちます。がんの放射線治療では、治療に直接中性子を照射して破壊します。空港や港の手荷物検査では、爆発物や麻薬の探知に使われています。石油の採掘現場では、地層の密度を測るために使われます。世界でカリフォルニウム252を製造できる施設は、アメリカとロシアの2カ所だけです。年間の生産量は、合わせても数十ミリグラムに過ぎません。だから42億円なんです。3位、窒素原子内包フラーレン。1グラム約217億円。少し難しい名前ですが、順番に説明します。まずフラーレンとは、炭素原子60個がサッカーボールのような形に結合した分子です。1985年に発見され、ノーベル化学賞を受賞した物質です。直径はわずか1ナノメートル、1メートルの10億分の1です。このサッカーボール型の炭素のカゴの中に、窒素原子を1個だけ閉じ込めたものが窒素原子内包フラーレンです。なぜそれがそこまで価値があるのか。窒素原子は量子力学的な性質を非常に安定した状態で保持できます。これを利用すると極めて精密な時計が作れます。現在の原子時計は冷蔵庫サイズですが、窒素原子内包フラーレンを使えばチップ1枚に収まる原子時計が実現できます。スマートフォンに原子時計が搭載される未来がこの物質によって開かれようとしています。 GPS の精度向上、自動運転、金融取引のタイムスタンプ制度、あらゆる分野への波及効果が期待されています。問題は製造の難しさです。フラーレンに窒素を閉じ込める成功率は数万分の1以下とも言われています。217億円でも安いくらいかもしれません。2、アクチニウム225、1グラム約4兆5000億円。ここから価格が一気に跳ね上がります。アクチニウム225は現在世界中の医療機関が最も注目している放射性元素の一つです。なぜかというと、がんの治療方法を根本から変える可能性があるからです。通常の放射線治療は、がん細胞だけでなく周囲の正常な細胞も傷つけてしまいます。しかしアクチニウム225は、崩壊するときに放出するアルファ線の飛距離がわずか数十マイクロメートルしかありません。これはがん細胞数個分の大きさです。つまり、がん細胞だけをピンポイントで破壊できる可能性があります。これを TAT、標的アルファ線治療と呼びます。前立腺がん、膵臓がん、白血病など、従来の治療が難しかったがんへの効果が臨床試験で確認されています。では、なぜ4兆5000億円もするのか。アクチニウム225を作れるのは、世界でもほんの数カ所の各施設だけです。ウランやラジウムの崩壊過程から得られますが、1年間に生産できる量は全世界合わせても数グラム。
患者1人の治療に必要な量はマイクログラム単位ですが、それでも圧倒的に供給が足りていません。世界中の製薬会社と政府機関が今まさに増産体制の構築に巨額の投資をしているところです。1位、反物質 1g 約9300兆円。さて、いよいよ1位です。反物質という言葉、SF の世界だと思っていませんか？実は反物質は現実に存在します。すべての物質には対になる反物質があります。電子の反物質は陽電子、陽子の反物質は反陽子。物質と反物質が出会うと、両方が消滅して純粋なエネルギーに変わります。これを対消滅と言います。1g の反物質が消滅すると、広島型原子爆弾の約1500倍のエネルギーが放出されます。なぜ9300兆円なのか。セルン、ヨーロッパ原子核研究機構では、陽子を高速近くまで加速させてぶつけることで反物質を生成しています。しかし、これまでに人類が作り出した反物質の総量はわずか数ナノグラム以下です。1g 作るためには現在の技術で数十億年かかるという試算もあります。さらに問題があります。反物質は保存できません。容器の壁に触れた瞬間に消滅してしまいます。特殊な磁場で宙に浮かせて保管するしかなく、電源が切れたら一瞬でなくなります。ストックコストだけでなく、保管コストも天文学的なのです。税理士としてここで一つお話しさせてください。今日ご紹介した5つの物質に共通することがあります。それは価格の本質が希少性と再現コストだということです。税務の世界でも財産の評価は同じ考え方で行います。相続税や贈与税の計算で使う時価とは、その財産を今市場で売買するとしたらいくらかという概念です。希少な非上場株式、山奥の不動産、価値が見えにくい知的財産、これらの評価は専門家でも意見が分かれることがあります。そして見落とされがちなのが保有コストです。反物質が9300兆円でも実用化できないのは保管するコストが莫大だからです。不動産も同じです。購入価格だけで判断して固定資産税収前費管理費を見落とすと資産が負債に変わります。本当に価値ある資産とは取得コスト保有コスト出口戦略の3つを揃えて初めて成立するものです。世界一高価な物質トップ5、いかがでしたか？宇宙の成り立ち、がん治療の未来、時計の革命、お金と希少性の本質はどんな分野にも共通しています。このチャンネルでは税理士の視点からお金の本質を掘り下げてお届けしています。チャンネル登録をして次の動画もぜひご覧ください。